厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日ご紹介するのはフランスを代表する作曲家モーリス・ラベルです。今流れているボレロという曲、聞いたことのある方も多いんじゃないでしょうか。実はこの曲、当時は当たり前だった音楽的な規則をあえて無視したとっても新しい曲だったんです。ラベルの音楽はスペインやロシアの影響を受けていたり、ジャズに通じるところもあったりします。またラベルは編曲、曲のアレンジでも有名な作曲家です。元の作曲家のオリジナル版よりもラベルの編曲版の方がよく演奏されるという曲もあるくらいです。そういうところから私はラベルというと現代の音楽クリエイターの先駆けという印象が強いですね。この動画ではこのラベルという音楽家の人生をベースに知っておきたいラベルの代表作や個性特徴などをご紹介します。動画をご覧いただいた後、ラベルの魅力にもっとハマったりもっと聴きたくなってくれたら嬉しいです。ぜひ最後までご覧ください。ラベルは1875年フランスのシブールという町に生まれました。ラベルの両親は当時パリに住んでいたのですが、ラベルの母親のふるさとがこのシブールだったのです。母は幼いラベルにシブールの民謡をよく歌ってくれたそうです。シブールという町はスペインとの国境近くのバスク地方にある町だったので、シブールの民謡にもスペイン的なムードが漂っていたようです。ラベルは生まれて3ヶ月経つ頃に母とパリに戻りました。パリでは父親が妻と息子の帰りを心待ちにしていました。ラベルの父はスイス・ジュネーブのブルジョワの家に生まれました。シブール出身の庶民だった母とは身分違いの恋でしたが、とても夫婦仲が良く、ラベルは両親の深い愛情に包まれて育ちます。ラベルの父は音楽好きでもあったので、幼い頃からラベルの身近には様々な音楽がありました。ラベルはその様々なジャンルの音楽に対して非常に繊細な耳を持っていたそうです。父はラベルの音楽的才能を喜び、7歳のラベルにピアノを始めさせ、12歳で和声や大尉法、作曲なども学ばせました。そしてその翌年の1888年、13歳になったラベルはパリ音楽院の受験を目指して音楽塾に通い始めます。そこではラベルにとって重要な出会いがありました。スペイン出身の少年リカルド・ビネスとの出会いです。ビネスはこの時すでにバルセロナ音楽院のピアノ科で一等賞を獲得した実力者でした。そして自分の技術をさらに磨くためパリの音楽塾で学び始めたのです。ラベルとビネスは同い年だったためすぐに仲良くなりました。またふるさとがスペインの近くだったラベルの母はスペインから来たビネスの母親とスペイン語で会話ができたので、母親同士もすぐに意気投合しました。こうしてラベルとビネスは食事の時間にお互いの家を行き来するほどの家族ぐるみの親友になったのです。さて、ラベルとビネスが出会った翌年の1889年にはパリ万国博覧会が開催され、パリはお祭り騒ぎでした。このパリ万博は当時のフランスやヨーロッパの音楽家たちに非常に大きな衝撃を与えました。それまではあまり馴染みのなかったロシアの音楽やジャワのガムラ音楽などが紹介されたのです。これまでの西洋のクラシック音楽とは違う音楽に拒絶反応を起こす人もいれば、新しい魅力を感じる人もいたようですが、ラベルは後者でした。エキゾチックな響きのセンスをラベルは後に自身の楽曲に取り入れるようになります。パリ万博が開催された1889年、14歳でラベルは親友のビネスと共にパリ音楽院のピアノ科を受験します。パリ音楽院は音楽家を目指す人々が集うヨーロッパでも超一流の音楽学校です。ビネスは本科に見事合格しますが、ラベルは本科には不合格。その下の余科に入学しました。しかしラベルは余科で研鑽を積み、2年後の1891年16歳の時に余科で一等の成績を獲得し、本科に進級できたのです。この時ラベルはピアノ科と同時に和声のクラスにも登録をしました。しかし喜びもつかの間、ラベルには新しい試練が待ち受けていました。それが除籍です。
このパリ音楽院は一定の期間内に試験などで何かしらの賞を獲得できないと強制的にクラスの登録を外されてしまうのです。ラベルは賞を取れなかったことに加えて遅刻なども重なり、1895年20歳の年に和声のクラスもピアノのクラスも除籍になってしまいました。ピアノはさておき、和声のクラスまで除籍になったのは決してラベルの才能がなかったというわけではなかったようです。ラベルの新しい音楽のセンスは従来の音楽理論や学校教育の枠組みの中では評価されづらかったのではないかと見られています。ラベルは除籍によって一度パリ音楽院から離れますが、音楽の道を諦めたわけではありませんでした。1897年22歳の年に個人的に音楽の師匠を取ったのです。師匠の名前はゼダルジュ。彼は大作曲家ガブリエル・フォーレの助手を務めていた人物でした。フォーレはフランスを代表する音楽家で、パリ音楽院の作曲家の教授も務めていました。ラベルはこのゼダルジュから対位法とオーケストレーションを学び、翌年1898年1月にパリ音楽院の作曲家フォーレのクラスに入学することができたのです。フォーレはこの時代には珍しい音楽家でした。ヨーロッパトップクラスの音楽教育機関、パリ音楽院の教授というポジションはほとんどがパリ音楽院の出身の音楽家だったり、ローマ賞という権威ある芸術賞を獲得したことのある音楽家が担っていました。しかしフォーレはパリ音楽院の出身でもなく、またローマ賞の作曲の受賞歴もありませんでした。フォーレ自身がそういうバックグラウンドを持っていたせいでしょうか。フォーレはこれまでパリ音楽院の落ちこぼれだったラベルを高く評価しました。フォーレはラベルら学生たちを頻繁にパリのサロンに連れて行きました。サロンとは貴族が定期的に開催する知的なホームパーティーのことです。サロンの主催者にとっては、サロンの評判を高めるために良い芸術家を常連にすることが大事でした。そして音楽家側もまた資金援助の獲得や自作曲の発表の機会のためにサロンの出入りをしたがっていました。ラベルはそんなサロンのご婦人たちの眼鏡にもかない、いくつかの有名なサロンに出入りすることが許されます。今流れているラベルの代表作、亡き王女のためのパバーヌは、当時超有名サロンを主催していたポリニャック大公妃に検定されたものです。パリ音楽院に復帰後、ラベルはフランス国民音楽協会で自分の作品を披露する機会に恵まれます。この国民音楽協会というのはフランス音楽の発展と普及のための団体で、フランス音楽界の重鎮サン・サーンスらが発起人となって立ち上げられました。このサン・サーンスはフォーレの師匠でもあり、フォーレ自身も国民音楽協会の立ち上げに関わっていました。ラベルが自分の作品をこの国民音楽協会で発表できたのも、フォーレの強い推薦があったからだと言われています。ちなみにラベルの曲の初演の多くは、すでにこの頃名ピアニストとして活躍していたビネスの演奏で行われました。こうしてラベルはフォーレの支援やビネスの協力によってフランスの作曲家としての第一歩を踏み出したのです。こうしてプロの音楽家のキャリアを歩み出したラベルですが、またしてもパリ音楽院をなかなか卒業できずにいました。音楽院の試験にことごとくパスできずにいたのです。ラベルの音楽は前衛的で革新的だったため、保守的な音楽家には嫌われることもあったようです。その筆頭がパリ音楽院の院長、テオドール・デュボアでした。デュボアのラベル嫌いは行き過ぎたと言えるレベルで、フーガの試験では0点もつけたのです。そしてそれだけではなく、ありとあらゆるダメ出しをして、1900年25歳のラベルを作曲クラスから除籍にしてしまいました。それでも恩師のフォーレは見放しませんでした。
フォーレはラベルを勉強熱心で非常に優秀、革新的で率直と大絶賛し、ラベルが除籍されてからも自分のクラスに聴講生として参加させたのです。ラベルがそんな恩師フォーレに捧げた曲が今流れている水の戯れです。この頃ラベルがもう一つ苦戦していたことがありました。それがローマ賞というコンクールへの挑戦です。ラベルは1900年25歳で初めてローマ賞にチャレンジしましたが、予備審査で落選してしまいました。2回目の挑戦の1901年には3等賞を獲得しますが、3回目の1902年、4回目の1903年はいずれも本選に進むも落選。そして5回目の1905年を迎えます。ローマ賞には30歳までという年齢制限があり、この年はラベルにとってローマ賞のラストイヤーでした。下馬評ではラベルの優勝は確実とも言われていました。亡き王女のためのパバーヌや水の戯れなど数々の名作のおかげで、ラベルの名前はパリでは知らない人がいないほど有名だったのです。3年前のローマ賞で3等賞という実績もあったので、優勝は間違いないと目されていました。しかし結果はなんと予備審査で落選。本選に進むことすらできませんでした。この結果はパリで物議を醸し、新聞の一面にはこんな公開質問状まで掲載されました。審査員たちは一体何を守ろうとしてラベルのような独創性のある類まれな芸術家にローマ留学の門戸を閉ざそうとするのでしょうか。ラベルはローマ賞自体の名を高めたのです。少なくとも彼には特別賞が与えられるべきでした。疑惑の目はすぐに審査員のシャルル・ルヌブーに向けられました。実はこの大会で本選に出場できた候補者は全員ルヌブーの教え子だったのです。世間はこの事実を知り、ラベルが賞を取れなかったのはラベルが保守派のルヌブーの学生ではなかったからだ。ローマ賞はルヌブーのクラスの生徒を受賞させる出来レースだったのだと強く非難しました。そして批判の矛先はパリ音楽院にも向けられました。ラベルの師匠のフォーレは社会的な名声を獲得しているにもかかわらず、保守的なパリ音楽院で不当な扱いを受けている。フランス音楽界は政治腐敗していると大炎上したのです。もはや収拾のつかないところまで来ていました。最終的にはなんとラベルを冷遇していたパリ音楽院院長デュボアが隕石辞任をするという幕切れになったのです。そしてその後任にはフォーレが収まりました。ローマ賞に端を発したこの出来事はラベル事件と呼ばれ、古い保守派に新しい革新派が打ち勝つという大きな事件になったのです。ラベル事件のほとぼりが冷めた1906年1月、ラベルはこのピアノ曲集鏡を発表します。国民音楽協会でビネスのピアノによって初演されたこの曲は大成功を収めます。1909年1月には国民音楽協会で夜のガスパールがビネスのピアノによって初演されました。この初演もまたもや大成功でした。そしてその翌週、ラベルは国民音楽協会から離れ、新しい団体を作ることを決意します。団体の名前は独立音楽協会。会長にはラベルの恩師フォーレが就任しました。こうしてラベルはフランスを代表する前衛的な音楽家としての地位を確立しました。さて、この時期にラベルが取り掛かっていたのがバレエ音楽の作曲でした。これはロシアの天才プロデューサーセルゲイ・ディアギレフからの依頼でした。ディアギレフは1907年にパリでロシア音楽フェスティバルを企画・開催しました。そこで知り合ったラベルにバレエ音楽の作曲を依頼したのです。それがこの曲、ダフニスとクロエです。ラベルは1910年35歳でピアノ版を、1912年37歳で管弦楽編曲版を完成させました。
の2年後の1914年、第一次世界大戦が始まります。フランスを愛するラベルは国のためにと軍隊に自ら志願をしますが、体重が 2kg 足りず失格となってしまいます。しかしその翌年1915年、40歳の誕生日を迎えた3日後に、ラベルは念願かなって兵役志願が認められました。その1年後、ラベルはトラック輸送兵として戦争に参加します。トラック輸送兵の仕事は砲撃が行き交う前線で重い物資を運ぶもので、とても過酷な任務でした。この軍隊生活によってラベルの健康状態は悪化していき、不眠症や食欲不振を患うようになります。そしてラベルは秋には戦線を離脱し、一時入院、冬には療養のためパリに戻ることになりました。ラベルが体調を崩してしまったのは戦争によるものだけではありませんでした。この時ラベルの母の容体も思わしくなく、ラベルには心労が募っていたのです。特にラベルがパリに戻ってからは母の状態は相当悪くなっていたようです。こうして1917年1月にラベルは最愛の母を亡くしてしまいました。この失意の最中、また一つラベルを悲しい出来事が襲います。戦争という特殊な状況がフランス音楽防衛国民同盟というものを作り上げたのです。このフランス音楽防衛国民同盟には、国民音楽協会を立ち上げたサン・サンスや、あのラベル事件で隕石辞任をしたデュボアなど、実に80人ほどのフランスの音楽家たちが集まっていました。この同盟は芸術に関するある案を提案します。それは戦争の敵国であるドイツ・オーストリアの直近の芸術作品を上演禁止とするという案でした。戦争によってナショナリズムが高揚していたフランスでは、この案に多くの国民が賛同したのです。しかしラベルはこの同盟への参加をきっぱりと拒絶しました。ラベルは40歳を過ぎて祖国のために戦地に赴くほどの強い愛国心を持った人物です。しかしそのラベルの愛国心は決して他国の音楽を組織的に排除するという方向性ではありませんでした。むしろフランスのためにどんな国の音楽でも素晴らしいものには影響を受けるべきで、相手を排除するのではなく自分たち自身が成長するのだと訴えたのです。これにはフランス音楽防衛国民同盟の重鎮たちが黙っていませんでした。ラベルはフランス音楽界の権威たちからつまはじきにされます。戦地に赴いた作曲家のために開催されたフランス音楽フェスティバルでも、国のために戦争に参加したラベルの作品は一切取り上げられませんでした。そんな向かい風を受けていたこの時期に作曲されたのが今流れているクープランの墓です。クープランの墓は6曲で構成され、それぞれ第一次世界大戦で亡くなった友人たちに捧げられました。そしてこの曲が完成した翌年の1918年に第一次世界大戦は終戦を迎えました。終戦後もラベルは戦場での疲労や母や友人の死のショックで創作活動が難しい状況になっていました。そんな時にラベルが行ったのが管弦楽編曲でした。これまで作曲した自分のピアノ曲をオーケストラ曲に編曲したのです。今日でもラベルという作曲家の音楽はピアノバージョンと管弦楽バージョンの両方が楽しめる曲が多いことでも有名です。そしてオリジナルのピアノ曲よりも管弦楽曲の方が人気があるという曲も多く、ラベルは管弦楽の魔術師と呼ばれていたりします。ラベルの管弦楽曲はオーケストラの各楽器の特性が非常に効果的に活用されているのです。1920年45歳の時に完成させたこちらの名作ラ・バルスもオーケストレーションが実に見事です。1922年、ラベルは得意の管弦楽編曲で大成功を収めます。それがロシアの作曲家ムソルグスキーの作品のオーケストラ編曲でした。
の編曲は新曲を作り上げたと言われるほどラベルのオリジナリティがあふれる作品です。ラベルはもうこの頃にはフランス音楽界の頂点にいる作曲家として認識されていました。しかし若い頃辛酸を舐めてきたラベルはその地位を確立してからも全く選ぶることはありませんでした。これを象徴する有名なエピソードがあります。1920年、ロシアで活躍していた作曲家プロコフィエフがラベルに挨拶に来ました。この時ラベルは45歳、プロコフィエフは29歳の年です。プロコフィエフはラベルと握手し、ラベル先生のような偉大な作曲家に会えて光栄ですと感激を伝えました。それを聞いたラベルはパッと手を離し、どうか先生とは呼ばないでくださいと若いプロコフィエフに言ったそうです。そんなラベルはこの頃また不眠症に悩まされながら忙しい日々を送っていました。作曲活動も思うようにいかない日々が続きました。そんな1928年1月、52歳のラベルはアメリカ・カナダを巡る演奏旅行を決行しました。期間はなんと4ヶ月にわたる大旅行です。そしてこの旅行がきっかけで長く患っていた不眠症は改善したそうです。この期間にラベルはアメリカ・カナダの音楽や音楽家たちに出会いました。その中の一人がアメリカの作曲家ガーシュウィンでした。ガーシュウィンはラベルに作曲の指導を頼みますが、ラベルはこんな風に言ったそうです。あなたはすでに一流のガーシュウィンなのだから二流のラベルになる必要はないですよ。さて、ラベルは4月にフランスに戻ると4ヶ月分たまりにたまった手紙を読み始めました。その手紙の山の中にはある編曲の依頼の手紙がありました。手紙の送り主はイダ・ルビンシュタインというバレエダンサーでした。彼女は自分のバレエ団のために管弦楽の魔術師ラベルにオーケストラ編曲を依頼したのです。指定されたのはアルベニスのイベリアというピアノ曲でした。ラベルはこれを承諾し、この編曲に取り掛かりましたが、ここである事実が発覚します。それはこのピアノ曲の編曲の権利をスペインの指揮者が持っているということでした。ラベルは何とか編曲させてもらおうと画策しますが、結局叶うことはありませんでした。こうしてラベルは編曲は諦め、代わりに自分がバレエ団のために新曲のオーケストラ曲を作ることにしたのです。こうして出来上がったのがラベルの代表作ボレロです。ボレロは非常にセンセーショナルな楽曲でした。テンポも一定、テーマメロディーも一定で、ボリュームもほぼ同じペースで上がっていくというとても不思議な魅力のある曲です。ラベル自身もこの曲はそれほど人気が出るとは思っていなかったようですが、予想に反してこのボレロは爆発的な大ヒットを記録しました。一方でラベルの健康状態は低調気味で、アメリカ・カナダの長旅で改善されていた不眠症が再発してしまいます。ひどい頭痛が続いたり、日中突発的な睡魔に襲われたりもしました。どうやら記憶障害も発症していたようです。ラベルは体調回復を求めてヨーロッパ各地に演奏旅行をし続けました。1929年54歳の年にはウィーンへ向かいました。そこでラベルはある演奏を聴きます。オーストリアの片腕のピアニストパウル・ビトゲンシュタインの演奏でした。ビトゲンシュタインは第一次世界大戦で右腕をなくしてしまったのです。曲は左手だけで演奏できるようにリヒャルト・シュトラウスが作曲していました。ビトゲンシュタインはラベルにも左手だけで弾けるピアノ協奏曲の作曲を依頼します。ラベルはリヒャルト・シュトラウスが左手しか使えないという制約の中で見事作曲をしたことに触発され、この依頼を引き受けました。こうしてできたのが左手のためのピアノ協奏曲です。この左手のためのピアノ協奏曲と同じ時期にラベルはもう一つのピアノ協奏曲も作曲していました。
それが名作ピアノ協奏曲都庁長です。ラヴェルはこの曲の作曲についてこう語っています。この曲は最も厳密な意味での協奏曲です。モーツァルトやサン・サーンスの協奏曲の精神にのっとって作曲しました。協奏曲の音楽というのは快活華麗であるはずです。私の協奏曲は私のバイオリンソナタと似ていなくもありません。それはジャズから借りた若干の要素があるからです。ただし控えめにですが。そしてピアノ協奏曲が完成した翌年の1932年の秋、ラヴェルが57歳の時でした。ラヴェルが乗車中のタクシーが激しい衝突事故を起こしてしまったのです。ラヴェルは車内で体を強く強打し、ここからますます健康状態が悪化していきました。事故の翌年にはラヴェルは記憶障害が進行し、徐々にまともな文字も書けなくなり、ついには自分のサインすらできなくなりました。また身近な人々の顔も徐々に認識できなくなっていったのです。晩年のラヴェルにはこんなエピソードがあります。ある日ラヴェルは聞こえてきた音楽のあまりの美しさに驚きました。そしてこの素晴らしい曲は一体誰の曲なんだと尋ねたそうです。その曲はなんと若き日のモーリス・ラヴェル自身が作曲した亡き王女のためのパバーヌでした。ラヴェルの病の正体は結局は明らかになりませんでした。現代ではアルツハイマー型認知症とも言われていますが、真偽は定かではありません。当時の医師たちは脳に腫瘍があるのではないかと疑い、ラヴェルの頭を切り開く開頭手術に踏み切りました。これは現代の医学では考えられないことのようですが、萎縮した脳を膨らまそうと脳に生理食塩水を注入したり、麻酔をせずに手術したという説もあり、壮絶なものだったようです。そんな想像を絶する手術の後、ラヴェルは奇跡的に意識を回復します。しかしそれもつかの間、すぐに昏睡状態に陥り、1937年62歳でその生涯を閉じました。ここまでラヴェルの名曲と人生いかがでしたか？厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、こうした有名な作曲家の紹介やクラシック音楽の歴史の解説、オーケストラ楽団や音楽家の紹介などもしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなってみたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシックのある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラビー。